それで一番目指したいのは理研さんがやった RMG っていうのがあった。これが一番高い抵抗で、世界中にも結構売れてた抵抗がある。それの後継機種を作ろうと思ってなんとか RMG と同じような抵抗を作ろうということでチャレンジするんですけど、理研さんの RMG の音を聞いてる時にちょっと気になったことがあった。それはモールド抵抗っていうのは抵抗体の上をエポキシ樹脂で固めるんですね。熱と圧力でギュッと固めてしまう。そうすると中の抵抗体はその熱と圧力で少しその振動に対して抑制する方向に行くわけです。そうすると音がちょっと暗くなる感じがする。どうもその暗さが常に RMG 売ってながら今こんなこと言っちゃ怒られますけど、ちょっと暗さが気になってた。それでその暗さを何とかして排除したいということを考えて、どうすればいいかなっていうふうに考えている時に、思いついたのが、ではその抵抗体の発熱体、抵抗体って発熱体ですから、その発熱を極力外に出して温度を下げるようにしようと。ということは抵抗がそのものが発熱するけど熱放出も積極的に行うような構造にしようということで、形は円筒形のものにするんですけど、金属のパイプの中に抵抗体を入れてその中に樹脂を入れて固めると。ただそれだけだとまだ熱がちょっとこもる感じですから、その樹脂の中に当時たまたま新聞読んでて見つけたボロンカーボナイトっていう粉末があるんです。それはアルミナの粉末よりも10倍以上熱伝導率がいいそのボロンカーボナイトがあるということが分かって、早速それを購入してそれを樹脂の中に入れて混ぜて注入してそう完成させるんですけど、そうすると抵抗の発熱体から樹脂に入ったボロンカーボナイトを経由して外側の金属のパイプ、最終的にはアルミでやるんですけど、アルミのパイプに全部熱を伝えてそれが外気にどんどん熱を放出するというふうにして、そうすると抵抗の温度が少し低くなりますから、低くなると何が有利かっていうと熱雑音っていうのが少なくなるということで、より、鮮明な音が得られるというふうになるんで、そういう構造にして作っていろいろ評価をいただくんですけど、これはRMG よりも理研さんの持っている RMG よりももうちょっと明るく朗々となる音だったんで、ほぼ皆さんが認めてくださってそれを採用いただいて、ただメーカーさんはその抵抗あまりにも高いから一番高級機種にしか使えないんですね。だから数はそんなに出ない。で数を出すために何をすればいいかっていうと、やっぱり輸出ですから、輸出に一生懸命いろんな会社に紹介して海外に売ることも積極的に行って、そうですね、今は世界中に結構名前が知られて AMRG はかなり国内で消費するよりも何十倍も多い数が海外に出てますというのが RMG ですね。それでこういう大きな形になるわけですね。